ですね、プレストコーポレーションを通じて、日本へは逆輸入車として導入されることが決まったヤマハ XT1200ZE スーパーテネレに試乗しています。レビューの冒頭からですね、結論めいたことを言ってしまうのはどうかなとは思うんですけれども、その理由は徐々に明らかになるとして、現行のですね、アドベンチャーモデルの中でも相当に競争力があるというか、最もコストパフォーマンスが高いベストバイといっても過言ではないぐらい充実した装備、そして走行性能の高さ、快適性の高さ、これが特徴になっていると思います。搭載されているエンジンですけれども、導弁系の改良、給排気系の強化などによって、ピークパワーは112馬力、最大トルクは117ニュートンメーターまで強化されています。その数値の向上というのはわずかなものなんですけれども、エンジンのフィーリングがかなり良くなったなという印象ですね。アクセルを開けた時にタイヤがグリップするのを待ってからパワーとトルク、そしてトラクションがふわっと発生するというような感じで、今日みたいな悪条件の中走っていても、そのエンジン特性があるおかげで全く怖くないんですね。形式をご紹介しますと、水冷4ストローク4バルブ DOHC の並列2気筒エンジン、パラレルツインエンジンを搭載しています。このエンジン最大の特徴は何といっても270度クランクを採用しているということです。通常の180度クランクとか360度クランクでは得られない豊かな駆動力、いわゆるトラクションが得られるというのがこの270度クランクのメリットだと言われています。エンジンが回転する中のトルク変動がうまくタイヤを休ませたり働かせたりということを繰り返し行っているような印象があって、確かにですね、リアタイヤは良好に路面を捉えてくれているような気がします。そのエンジン以外にも紹介しきれないぐらいの特徴があるんですけれども、最も注目すべき装備というのが前後に装着された電子調整式のサスペンションだと思います。走行条件や好みなどによってサスペンションのセッティングを手元で変更できるというサスペンションになっています。今ですね、ダンパーのセッティングは最もソフトなセッティングで乗っているんですけれども、とてもよく動いてしなやかな足回りだなという感じがしますね。ソフト、スタンダード、ハードと3段階ダンパーのセッティングがあるんですけれども、そのそれぞれに7段階の微調整があるということで、21種類のセッティングがあるということになっています。プリロードも手元で調整できるようになっています。こちらは4段階に調整可能となっています。走行中に変更できるのはダンパーの硬さのみということなんですけれども、ちょっとやってみます。ソフトの状態からいきなりハードなセッティングに移行すると、さすがに乗り味の方は劇的に変わるなという感じですね。ソフトにして乗っているときは、どちらかというとオーソドックスなというか昔ながらの大型のデュアルパーパスモデルを高速道路で乗っているような、そんな感覚に近いわけですけれども、ダンパーのセッティングをハードぐらいまで固めてやると、大型のオフロード車にありがちな前後の足回りがふわふわする感覚というのが程よく抑えられて、やはり車線変更もロードスポーツ並みにスパッと決まるという感じですね。その電子調整式サスペンション以外にもたくさんの特徴があるんですけれども、まずヤマハ D モードが搭載されています。このヤマハ D モードというのは、いわゆるパワーモードのことで、スポーティーな走行をカバーする S モード、通常走行とツーリングをカバーする T モード、この2種類が搭載されています。あとですね、搭載されているのはトラクションコントロールですね。パワーモードと同様2段の設定となっています。今日のような悪条件の時は特に心強いなと思います。そしてまだまだあるんですけれども、前後ブレーキは単なる ABS 付きのブレーキというわけではなくて UBS ユニファイドブレーキシステムといって前後連動して作動するブレーキとなっています。ブレーキのその前後連動の動作、それまでも電子制御によって制御管理されているということで、徹底的に電子制御によって武装しているモデルとなっている、これもですね大きな特徴なのではないかと思います。その他にもですね、いくつか豪華な装備が備わっていて、こういった高速道路上ではとても便利なクルーズコントロールが標準装備されているということです。そして快適装備という意味では、メニュースイッチから3段階で温度調節ができるグリップウォーマー、いわゆるグリップヒーターですね、それまでも装備しているということで、装備や機能を紹介するだけでも一苦労というぐらい、この XT1200ZE スーパーテネレ、
とにかく充実していますね。ヤマハ XT1200ZE スーパーテネルでワインディングを走り始めました。まず高速道路上の補足なんですけれども、直進安定性はとても優秀だと感じました。スペックシートを見ていただくと分かると思うんですけれども、キャスター角は28度ということで、そしてまたこの車角にふさわしいホイールベースがあるということで、この2つが相まって高速道路を景色を楽しみながら悠然とツーリングするにも実にしっくりとくるなという印象を受けました。早速ですね、ワインディング上での乗り味なんですけれども、スムーズでソフトにふわっと立ち上がってくるトルクとトラクション、これが何とも絶大な安心感をライダーにもたらしてくれていると思います。昨今の各メーカーを代表するトップレンジのアドベンチャーモデルっていうのはどんどん刺激的になっているというような印象があるんですけれども、まるでこのスーパーテネレが、エンジンのレスポンスも鋭きゃいいっていうもんじゃないよと教えてくれているような絶妙なパワーの立ち上がり、そういった印象を受けますね。スロットルの制御に関しては YCCT ヤマハチップコントロールスロットルを搭載していて、これはいわゆるヤマハのですね電子制御スロットルなんですけれども、やはり電子制御スロットルだからこそこれだけスムーズでソフトなふわっとしたトルク、パワー、トラクションの立ち上がりが得られるんではないかと思います。エンジンに関して言えば豊かなトラクションであったりとかタイヤのグリップに与える好影響、そういったものを追求してヤマハはこの270度クランクを採用していると思うんですけれども、その結果といってはなんですけれども、この270度クランクがもたらす独特の歩道感というかパルス感、これはですねライダーを飽きさせずに長距離を走ることができるなんとも不思議な魅力に満ち溢れていると思います。ワインディングにおけるハンドリングなんですけれども、どちらかというと現代的なハンドリングというよりはいい意味で昔ながらの伝統的な大型のオフロードバイクのハンドリングを色濃く残していると思うんですけれども、この電子調整式のサスペンションですけれども、スタンダードやハード側に設定していた場合、ふわふわ足元が動くというようなこともなくて、オフロード車的なバイクのネガティブな部分がうまく抑え込まれていて、かなりスポーティーなハンドリングが得られるなという印象を持ちました。そしてハンドリングに関してもう一つこのスーパーテネレの優れているところを言うと、電子調整式のこの倒立のフロントフォークですけれども、これは 43mm 系のインナーチューブを持つ倒立フロントフォークとなっていて、アウターチューブもかなり太いんですけれども、一般的なオフロード車と何ら変わらないぐらい、それぐらいのハンドル切れ角があるんですね。昨今のアドベンチャーモデルというと、これだけ大きなオートバイで実際にオフロードに足を踏み入れる人はかなり少ないということで、オフロード車的なというか、オフロードを走る上での性能をかなり大胆に切り捨てていっている部分があると思うんですけれども、その点この XT1200ZE スーパーテネレはそういったハンドルがよく切れるというようなオフロード車的なというか、オフロードを走る性能を確保したリアルアドベンチャーモデルと言っても過言ではないんじゃないかなと思います。ちょっと気になった部分をご紹介しておきますと、特にこの左手側のスイッチボックスがかなり混雑しているというか、多くのスイッチが配置されているわけですけれども、操作の頻度を考えればクルーズコントロールの速度調節スイッチとメニューのセレクトスイッチは位置関係が逆だった方が操作しやすかったんじゃないかなと思います。もう一点、タイヤに関して言うと、オンロード走行だけを考えるんであれば、このブリヂストンの標準装着タイヤバトルウィングでもいいと思うんですけれども、これだけオフロードも走れそうな予感があるとですね、もう少しオフロード色の強いタイヤ、そういったものを装着していたらオフを走る人は気分が盛り上がったんじゃないかなと思います。ということで、発売間近のヤマハ XT1200ZE スーパーテネレのレビューをお届けしましたけれども、今回の販売価格、税引きで163万円というのはかなりの戦略価格なのではないかと思います。ヤマハのトップレンジを受け持つと言ってもいいこのアドベンチャーモデルにおいて、お買い得という表現が褒め言葉になるかどうかは分かりませんけれども、いずれにしてもスペックシートなどをにらめっこしながらじっくりと比較していただきたいと思うんですけれども、装備、性能、そして機能の充実、そして価格、こういったもののトータルのバランスを考えれば、この XT1200ZE スーパーテネレがいかにお買い得なというかリーズナブルなオートバイであるかがお分かりいただけるのではないかと思います。
シーズンが良くなってオフロードが走れるようになったら、フラットダートなどにこの XT1200ZE を連れ出して、オフロード編のレビューもいつか必ずお届けしたいと思っています。